将は20歳で開業し、現在22歳です。世界に寿司ヤマトを届けたいと、そういう思いでやっております。中下旬にやろうとであれがもうハムカツサンドやばかったですね。美味しかったです。やばいね。全部全然よく取れないから1年ぶりぐらいに来たらめっちゃ腕上げててびっくりした。よかった、嬉しかった。美味しかったね。それでは大将、よろしくお願いいたします。 Ladies and gentlemen, the boys and girls。 だからもうとこってもうこれもう前のこの3本ぐらいしかない。夏のマグロ。夏。塩市場はもう一発で決まるんですよ。4000円で買います、3000円で買います、上がっていかないんですよ。師匠です。おばんざいと寿司ことわっていうお店を茨城でやってます。すごいね。これ多分これ魚だけで見たらね。今市場にある一番いいマグロになりました。ゆりやくん、棒茶何本なんで。それは開き場で。そうです、開き。一匹みかん取り。あ、ほんならもうちょっとちっちゃめですか。一応大と中これも片身一貫握りが。ですね。日本海はね、風が強いから波がちょっとでも高かったりしたら出てけえへん。腕このおっさん。このおっさんある。こういう感じで。ああ、なるほど。これこの2つもいいですか。はい。20分でもいい。20分。20。ありがとうございます。よいしょ、持っていきます。ありがとうございます。よーろ。
22歳。去年の6月3日なんで、僕は6月19日が誕生日なんで、ちょうど店オープンした時はまだ20歳だったんですよ。魚屋と寿司屋を掛け持ちしてました。1年半ぐらい。朝3時とか4時に魚屋行って、昼の12時まで魚屋で働いて、12時半から夜の12時とかまで、そういう生活を1年半続けてました。今日とかで1時間とかですね。だから昨日も営業終わって家帰ったのが1時半とか、そこから洗濯物回してそれ待たないといけないんで、2時半3時半に起きてお風呂入って一番みたいな、1時間も寝れる時間あったら上等っすよね。毎日じゃないんでね、月に8とか休む月もあれば0の月もあります。1月もほぼ満席で、2月とかまだ取ってないんで予約とずっと開放したら多分回ると思うんですけど、休み決めないといけないんですよね。言ったら来年の2月とかまで体調崩せないですよね。それはもちろんなんですけど、僕アホなんで風邪ひいてても分かんないんですよ。体は丈夫な方なんで風邪とかも全然ひかないですし、体調も崩さないんで、それはもう親に感謝ですね。丈夫に育ててくれたほとんどが見てるか、丈夫な体に育ててくれてありがとう。カツオですね。高知県産のカツオしか使わないんですけど、僕が高知4年ちょっと住んでまして、中学校3年生から高3まで高知県にいたっていう初ガツオって感じですね。めっちゃいいですよ。生まれは僕長野県なんですよ。2歳からシンガポールに11年ですね。たまに出身シンガポールですって言うとこういうキャラなんでボケてるみたいに思われるんですよ。ボケてないんですよ。そんなボケ恥ずかしいでしょ。ここを卒業するときに、大学みんな出たんで僕も大学行きたいなって思ったんですけど、やりたいこととか目標がなくて、でもみんなそんな感じでとりあえず大学行くみたいな、なんかやりたいこともないのに勉強したいこともないのに受かるために勉強して時間使ってでお金かけて何のためにやんのやろうってめっちゃ思って、でそれができなかったんで僕はとりあえず自分探しの旅に出ようって。フランスに3ヶ月留学しに行って、ここでなんか仕事したいなと思ったぐらいにそのビザがあるんで日本に帰ってこなきゃいけない。3ヶ月経ってビザ申請してすぐフランス戻ってこようと思ったんですけど、飲食店のバイト始めて飲食店ハマったんですよ。そっからのご縁でって感じですね。寿司を握り始めたのちょうど2年前ぐらいですね。昔ながらかもしれないですけど、大将にね厳しくされながら、そういう方法がやっぱ一番早いんじゃないかなと思いますね。めちゃくちゃでかいなこれ。でけえ。血合いもねめちゃくちゃうまいんですよ。なんかマグロの血合いとかをコースの一品として数えられたらって僕になるんでコースには出せないんですけど、血合い岸って言って血合いに一番近いトロですね。これをちょっと叩いてトロタク巻きにします。
バターとエシャロット、ホワイトマッシュルームを使ったソースなんですけど、サワラをちょっと炭焼きしてそれにかけます。サワラのソースですね。で本場のブールブランソースっていうのはもうバターめっちゃ使うんですよ。バターと生クリームめっちゃ使って結構トロトロの甘いソースなんですけど、そしたら結構日本の方のちょっと口に合わないんで、ちょっとサワラのお出汁でちょっと伸ばして和風にしてるんですよ。今日頭狂ってるわ。今日やばい、ほんまに絶対俺営業中にやるじゃん。しないから。ここはしゃぶしゃぶ屋さんです。ご飯がおかわりし放題なんで、あいつも10杯ぐらい食うんやんな。はい。10杯じゃきますよ。あら、今日は言ったからな、お前食べろよ。どうした？いただきしますか。うわ、負けた。払いたかったな。プレオープンの時に父親が食べに来てて、父が毎年結婚記念日の日に母に向けて手紙を書くんですよ。その話をして、ほんなら大和もお客さんに向けて手紙書いたらみたいなとこから始まりました。常連の人とかは名前書いてあげる。気合を入れて。自分は生きる意味があるはずと。僕は20歳っていう、若いのでちょっとでもこうピシッとしてる方がいいじゃないですか。かっこだらしなかったら全部だらしなく見えてしまうので。コースを開始させていただきます。本日は数ある飲食店寿司屋の中から寿司山とお呼びいただき誠にありがとうございます。大将は20歳で開業し、現在22歳です。昔シンガポールに11年間住んでいたという経験もあり、世界に寿司山と届けたいと、そういう思いでやっております。それでは大将よろしくお願いいたします。Ladies and gentlemen, the boys and girls, welcome to Sushi Yamato. My name is Yamato and the master of this lesson. This lesson responsibility is authentic sushi. Any good? Anything? I'm gonna be so long. Angel. はじめまして、と申します。本格寿司を親しみやすくというコンセプトでやっております。一通り覚えておくですね。和とかそういうのを大事にしております。本日も 100% でやらせていただきますので、遠藤さんもよろしくお願いします。お願いします。こちら寿司山本のショップカードになりますね。裏面を見ていただくと881でやばいと書いております。こちら寿司山本の合言葉となっております。お料理が美味しかったりそうではない場合でもやばいと言っていただければスタッフ一同喜びますので、どうぞよろしくお願いします。ピンメセ今日は明石のタコをちょっと柔らかにしてます。やばい。やばいやばいと言いました。ありがとうございます。
千葉県の金目鯛の湯霜です。下が梅とオクラさっぱり味付けさせてますので、よく下から食べて召し上がってください。オクラ梅。高知県の初ガツオのたたきです。下が淡路島の玉ねぎのソース、上が万願寺唐辛子と2種類の唐辛子使ったソースになってます。よく下から混ぜてお召し上がりください。どうぞ。ハモカツサンド。やばい。言わなあかんわけで。美味しいです。あ、そんな。2個ミオで1個したくない。ほんまに。24時間。もう長いよね。うちのお客さんは高級寿司は食べに行けないけど、その回転寿司よりかはいいの食べたいみたいな、そういうお客さんが来るんで、なんか分かりやすく美味しいものを出してあげたいんですよ。仕入れとなんか僕の気分と、あとはお客さんの好みと、今日なんかこういうのが好きなお客さん来るなとかっていう時はそういうコースになります。毎月来てくださるお客さんがいるので、同じ内容やったら面白くないじゃないですか。逆にそれを楽しみにこう来てくれるお客さんもいるので、来月もまた楽しみにしてますみたいな。長く深くお客様に愛されるお店を目指してます。なんか本当幸せですよね。こう毎月来てくれるお客さんが何組かいるっていうのは、何もなかったこんな僕に毎月会いに来てくれるお客さんがいるっていうのは、人生何があるか分かんないなって思います。来月あれや甲子園。あ、カレー。中下旬にやろうといいね。であれがもう今週はその来たよ。何が出てきたの？マグロって冬がやっぱ一番美味しいんですよ。日本夏じゃないですか。日本海のマグロは今全然脂乗ってなくて、カナダとかオーストラリアとかニュージーランドは今冬なんで、冬のマグロ取れるんですよ。Today, tuna Boston. Thank you. Okay. それな、それ聞いたわ。めぐれよ。三重県のサワラですね。白いソースがブールブランソース、エシャロットを使ったソースになってます。たっぷりかけてお召し上がりください。家族がその時はヨーロッパに住んでたので、僕は日本にいたので帰る家がなかったんですよ。その時に僕の幼馴染の家にずっと泊まってたんですけど、でそいつとなんか一緒にやりたいなみたいな話してて、2人とも食べること好きで、じゃあいつかなんか2人で店やりたいな、そういう話はしてました。19歳で亡くなったんですけど、
大学2回生とかかな。すごいもったいないなというか、人ってこんななんか簡単に死んでしまうんやってすごい思って、僕もなんかすごいこうのうのうと生きてたんですけど、これで明日死ぬのめっちゃ嫌やなと思って、ですぐ行動したんですよね。早く店やって、なんかそういうところをこう発信しながら、なんか僕らの同世代とかになんか夢を持ってもっと明日を生きてほしいなってすごい思って、今すごいチャンスとかすごいいろいろある世の中で、なんかみんなそれをすごい無駄にしてるような気がして、なんか誰かの刺激になればなって思って始めたって感じですね。幼馴染が亡くなるなんて思わなかったので、葬式行って現実をつけられて、で絶望してたんですけど1週間ぐらいでもこれじゃないなと思ったんですね。ここでやることは前を向いて、僕が彼の分の人生を背負って、彼が見れなかった景色、できなかった体験、そういうのを僕が代わりに見せてあげなあかんなって思ったんですよね。すごいああ、そうなんだ。なるほどね。僕オープンする前とかはめちゃくちゃ反対されたんですよ、周りの人に。お前の店なんか1週間で潰れるわとか。寿司屋で働いてたんですけど、寿司居酒屋みたいな感じやったんで、コースのお店でも働いたことなかったし、なんか高級業態でも働いたことなかったんで、マナーとかそういう言葉遣いとかももちろん僕全然やし、僕自身も不安ではありましたけど、周りにすごい早いんじゃないかとかすごい言われましたね。半年待ちとかになりましたけど、どうなんですかね。まだまだですね。まだまだです。From Boston 合格点や。24年中カムさん来なかったね。23年で1月や。お二人ともお元気なんでしょうか。でも今年でお父さん70でもまあ元気でしょ別に。まあ元気だよ、元気。でもやっぱ野生味あるし、マンションってね、悪口ラーメンそういう本じゃん。コースのお店ってお腹いっぱいになりにくいですよね。コースが終わって今日こういうのありますけどどうですかみたいな、そういうのが多いんですけど、追加ネタをすると追加用に仕入れないといけないので、そうなると出なかった時ロスにつながるんで、追加をやらないっていうことで、なんか満足感得られるものなんかやりたいよねっていうので、捨てるはずのアラとかを使ったラーメンがあったら面白いんじゃないかなっていうので始めました。ラーメン食べ放題なんですよ。お腹いっぱいになるまで食べれますよ。
補助来た。こちらのいちごのデザートで本日のコースは以上となります。一応寿司山とはですね、なんか年中いちごのデザートが出てくるんですけど、いちご一会みたいなそういうのを大事にしておりますということで、あとどうもありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。やばいやばいやばい。みんな違うんですかこれが。してるしてるやん。わざとらしい。味が全然違う。おうまい。ごちそうさまでした。私が2回目なんですけど、初めてです。初めて。家族は初めてです。もうやばかったですね。美味しかったです。やばいね。全部美味しかった。お寿司屋さんでご飯以外の炭水化物食べたのそう初めて。ラーメンとかパンとか。パンとかも美味しかった。美味しかった。美味しかったです。どれも。いい誕生日になったんです。ありがとうございます。今日初めてですわ。僕は5回目ぐらい。でももう全然予約取れないから1年ぶりぐらいに来たらめっちゃ腕上げててびっくりした。店も綺麗になってたし、あ、そうね。成長してる。そうやね。よかった、嬉しかった。美味しかったね。小さい頃見てますので、本当にね、ありなりすぎてちょっとやばいです。で嬉しいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。すごいよ。まだ。こうやってそうなんですよ。タオルくれた人が。これちょうど話してたんですよ。タオルの人です。タオルの人です。なんでやねんお前。でこんな若い22って言ってますけど本当は28ぐらい。いや20なんで22なんですけど、若い彼が頑張ってます。僕もそれに魅了されて日々成長、日々努力、それをすごい感じるお店なんでまたよろしくお願いします。はい。テストの時も醤油と塩をつけ忘れるという。怖いぞ、しげさん、怖いぞ。怖ないやっぱりちゃうな。ほどけ感が違うんで、シャリでも言ってたんやけど、だから11月に食べた時はまだまだやなと思ってて、まだこれから伸びんねやろな。まだ12月になったらまた変わってるし、1月になったら変わってるし、毎月変わっていってるし、いやそれが合ってるんかどうか分からへん。毎月全然成長しちゃう。これからもよろしくお願いします。いやいや、まだまだですか。いや、ほんまにそうです。すみません、ありがとうございます。どうぞ、チーズ。ありがとうございました。よろしくお願いします。もうとりあえず明日予約してくださってるお客様を満足させること、もうこれだけを今日の夜は意識して寝ることです。もうその先の未来はもう日々の積み重ねだと思うので、僕の展望としてはもっともっと若者を中心に夢を持って明日を生きてほしいので、なんかこうそういうきっかけになれれば、そういうなんかこう発信と活動をしていきたいと思います。世界を寿司を握りながら旅したいな、そんな感じです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お疲れ様でした。